沖縄剛柔流空手の三鎮。八木昭人先生を指導しているのは名武館の2代目宗家八木明達先生。御年81歳です。今回は国際商東館の金沢日和さんが明達先生から貴重な話を伺います。一体三鎮とは何なのか。ところで10月11日開催の黒帯ワールドイベント、盆栽に囲まれて空手を見る、おかげさまでチケットの予定枚数を終了しました。申し込みありがとうございました。盆栽美術館でお会いしましょう。それでは沖縄に戻りますよ。名武館2代目宗家八木明達先生の登場です。早速三鎮の鍛錬を見せてもらいましょう。おい、始め。ありがとうございました。すいません、秋人先生急に。いえ、大丈夫です。ひろさん、今見てちょっと明達先生なんか質問とかあれば。今叩いたりとかしてましたけど、足の方にもこうチェックが入ってたと思うんですが、あれはどういった体のチェックと、本当は言っとったんですから、体できてるかどうか見るわけですね。はい、お腹で痛いと。はい。足蹴るのは、また後ろから蹴るのは尻が締まってるかどうかとはさせてあるんですけどね。それをチェックして、だから50ウェッジは体から来たんですよ。はい、だから少年にはスピードを重んじますからないですけど、その辺の違いですね。だから受けを重視してるんですね。だから50の特徴は交差してるけど、はい、遅れてもカバーしてるわけですね。そういう練習で。あと少林流の場合は全部立てるのがないですよ。だって平たく立って50に立てて受けるというあれがあって、その辺違いですからね。鍛錬型、はい、だから急所以外は叩かれても倒れないというあれを、宮城先生がおっしゃってましたから、急所以外叩かれたことはないと。だから体鍛えたのが毎日やると相当強くないですよ、女性でも。そういう鍛錬型ですね。今見てて、はい、正直どんなふうに思いました？
予想とちょっ予想以上にまあちょっと恐ろしいなっていう感じ、まあ当たり前ですけど、まあ、気も抜けないし、ずっとこう体締めたまんまなんで、ビート先生のこのもう汗の量を見れば分かりますけど、いやこれは相当、まあ、ずっと集中をしてないとだし、きついな。昔は基本型の突き蹴りを教えて、肩には3チンだけ3チンぐらいを 3年ぐらいやったということです。メータス先生、改めて三鎮の成り立ちを教えてください。三鎮は52の基本型ということで毎日にすると、まあ、通常男性は分け取ってですね、鍛えながらやるんですけど、まあ、三鎮は流派の命名になっているこの憲法発表ですね。だから3行目の法は50をどんとす。だから52の方は呼吸法であるという話です。だから三鎮というのは呼吸法であるということで、毎日呼吸を伴って練習すると。三鎮は禅の一種だね。禅お寺やってですね、禅にも3通りあるんですが、座禅と立禅と動禅という。まあ座禅というのは40字のこと座っているやつですね。はい、だから三鎮を立ってやりますから、立禅という。それ動きますので動禅という。座禅というのはお寺でこう座ってやりますよね。はい、あれで顎を引いて背筋伸ばして黙想するわけですね。はい、これを3列4列やるわけですね。で普通座禅組んでる時は後ろに僧侶がいて、僧侶だからお坊さんですね。計作棒という棒を持ってですね、チェックしてある。はい、計作棒というのはこの長さでね、平たいやつで。で普通はこの座禅は大体3、40分長い線香が燃え尽くるぐらいまで、これが座禅のあれですね。でこれが始まって終わったらこの、線香燃え尽きたら盆さんが鐘を叩いて終了という3、40分やるわけですね。最初のこの15分20分は背筋伸ばしやっておりますけれども、はい、これが30分40分と疲れてきますから背中が丸くなるんですよ。これこうなってね、はい、これは普通自然であり楽なんですね。でそれをでも盆さんがチェックしてあるんですね、後ろから。で背中が丸くなってる弟子がおりましたら、その人の後ろに立ってその計作棒で、右肩を叩くんですね。それでまた後ろ、これが禅の修行なんです。それで三鎮やるときは沖縄の場合後ろに締め方と言いますか、先生が後ろにいて後輩先輩がいて一人ずつ叩いていくんですね。これが盆さんの計作になったんです。計作棒に。そういう意味で三鎮は立禅という。またこれは禅の一種ですから、座禅というのは座って立禅に立って、動禅と動くと。これがだから三鎮の目的であると。だから座禅、立禅、動禅というのはこれが言われるんですね。そうなんですね。あと呼吸法のむ吐くことで、呼吸法には4通りあるんですよ。1つ目は長く吸って短く吐くと。2番目は短く吸って長く吐くと。3番目は短く吸って短く吐くと。4番目は長く吸って長く吐くと。こういう4通りあるわけですね。沖縄には三大流派でありまして、豪流と少林と上地流3つ、はい、本当の方では4大流派でますか。豪流流、超等間、四等流はどういうですか、はい、沖縄では3番目がですね、上地流の呼吸があったんですよ。3番目は短く吸って短く、はい、これが上地流呼吸法で、豪流で4番目、長く吸って長く吐くと。だから豪流と上地流呼吸はありますけどね、少林流は基本的に呼吸法はあんまりない。要するに少林流の基本が大体内反地ですからね、呼吸法ないですよね。だから呼吸法はないということで、これが4つの呼吸であるということで、呼吸法と禅の一種であるということが三鎮の始まりですね。
以上です。金沢日和さんと八木昭人先生の沖縄シリーズ、次回をお楽しみに。